れはウールじゃないっすね。やっぱりこの羊っていうのも結構個体差があって、その取れた産地とか、取れた年によって、やっぱり染めた時にそのいわゆるこう、吸着度っていうのが違うケースもあるんですね。やっぱりこう、自然のものなので、ブレがないような、いわゆる製品作りっていうのは心がけてやってますね。やっぱり一気にこう大きい量を染めるわけにはいかないので、まあ、ちょっとの量でご色調のチェックであったり確認っていうのをするためにこの理科の実験室のような部屋があるような形です。うちがうちにはこう2万色以上ストックがあるような形ですね。濃くする分には染料を多くするにいいんですけれども、やっぱりこれを例えば薄く染めたい、まさにそういうふうにグラデーションを作りたいというと、やっぱりより繊細な染料であったりとかっていう調整が求められるので、やっぱり本当に苦労しながら染色をしているような形で。3色。青に見えますが、はい。3色。こう染色をしたタイミングとか、あとは当然中にはこう在庫して古い糸なんかもあるので、それをこうやっぱり一つの渋滞にするときにちょっとこう色がなんかこう同じ色だけど微妙に違うななんていうことも完成してからこう起きてしまうということもやっぱりそれはすごくリスクなので、あらかじめそこは職人さんがそういうこと何キロ必要かなとかっていうのを検索してる。例えばこうグラデーションを作りたいときはこう同じ色に対してこう違う色を一色とか入れたりしてこう混ぜて糸としてこうグラデーションを作っていく。この会社さんだと何色ぐらいこの使う毛糸の色っていうのは？まあちょっとやっぱ今まで染めてきた色は約2万色以上染めてきたって言われてます。案件ごとに色ってこう違うので、例えば青一つにその都度こう染めたりとか。製品の名前になるんですよ。例えば松風っていう絨毯に使われる糸がこの色ですよっていうか。これがまあうちの原点でもある手織りという製法で、中国人のいわゆる先生たち、技術者たちに教えてもらった織り方ですね。見た通り
一結びこう毛糸を縦糸に結んで切っていくっていう繰り返しのこう折り方、一日にこう折れる長さっていうのが決まってて、大体肩幅7、8センチぐらいしかこう折りを進めることができない。気をつけてることは、はい、これは一粒一粒折る場所がちゃんと決まってるので、指定された色糸を間違えて取らないように気をつけてます。後ろのこう図面がですね、これ絨毯と同じサイズのこう原寸大の図面なんですよ。このドット絵のようにこうありますけれども、で1回のこの職人さんのこの結びがこの小さい1マスなんですね。今こう1回結びますね。はい、これが1粒というか、方眼紙とあとこう縦糸にもこう赤い線が振られてあるかと思うんですけども、いわゆる図面とこう連動してて、例えば右から何番目とか上から何番目なんていうのはこう人越しに図面を見ながら今自分がどこを折ってるのかっていうのを職人さんはこう考えながら、図面を見ていただくとこうカタカナが振られてるじゃないですか、はい、これが色の番号になってて、例えばイだったら青とかロだったら赤ということで、全部こう色の名前が毛糸についていて、自分が今どこを折ってるのかっていうのと、その色識別っていうのも判断しながらこう糸を選んでいくのかで。この上の棒みたいなやつはこうどういうふうに使うんですか？縦糸が前と後ろで分かれているので、折り終わったら、一段折り終わってあやを下げて、この前後を返して、でそこの間にこう糸を一旦入れて、でもう一度この前後を逆にして、でこのもう一本違う糸を重ねて入れて、曲がりに絨毯の歪みをなくす。でその後叩いて密度をどんどん。これで一段終わりになります。終わったら下げて、横糸入れて、もう一度上げて、次あや糸を入れて、鏡つけて叩く。ありがとうございます。折り終わった後にこうハサミを入れるとこんな感じでこう模様が。
この建物も登録有形文化財に今年の7月に登録いただいたんですよ。80年近い建物で、木造の建物なんですけど、そういうやっぱりこう建物としてのすごく価値もあるような場所なので、うちのまず手織り緞通ですね、泉州という着物の柄をモチーフにした手織り絨毯です。でこの手織り絨毯というのはその中国人の先生たちに教えてもらった、うちの原点でもありルーツでもある製法なんですけれども、本当に見て分かるように花が立体的に浮き上がって見えるような技術ですね。これは織り上がった絨毯にハサミを入れるカービングっていう作業を経て最終的に完成するんですけれども、最後の絨毯としての価値付け、付加価値付けとしてやる技法です。本当に足で踏んだ時に絨毯の足の裏から絨毯の柄が伝わるような一体感であるとか風合いっていうのがすごく特徴的な絨毯です。やはりうちの応接室には約80年使った手織り絨毯というのもありますし、それは踏まれて自然にさらされてもなお輝きを放っているので、やっぱり絨毯というのは特性として使い込めば使い込むほどやっぱり味が出てくるというか、やっぱり絨毯としての価値ってものすごく上がってくる、そういう敷物なので、とにかく長く使っていただけるっていうのはポイントですかね、うちの絨毯において。パッと見表面見ただけではなかなか違いってわからないかもしれないんですけども、手差しの場合は裏面をめくると布張りになってるっていうのが特徴です。なぜ布張りになってるのかっていうと、絨毯の裏面からさっき職人さん糸をズバズバっと打ち込んでたと思うんですけども、引っ張ると簡単にあれ抜けちゃう状態なので、最後に糊をつけて蓋をすると、そうすると裏面は見えなくなってしまうというような形です。これが手差しと手織りのいわゆる見た目の違いっていうところではあるかもしれないです。方が非常に貧しい時代になんとかその地元の雇用の場を作れないかということで、創業者の渡辺淳之介が絨毯作りを始めたというのがきっかけですね。で日本にまだ昭和初期絨毯文化というのが根付いてない時代でしたので、中国人の技術者、いわゆる先生たちがこの山形の地に来て年間絨毯作りを我々に教えてくれて、根付いたこの山形の絨毯文化というような形になります。これ何年前の写真になるんですか？昭和なので1935年なので、本当に90年ぐらいですかね、前の写真になります。で、日本にはまだ絨毯という文化はそこまで根付いてない、昭和の時代だったので、我々の原点はルーツは中国というところにあるような形ですね。これがうちの会社にある、一番古い絨毯というか、中国人のいわゆる先生たちに技術を教えていただいて、ほぼ初期に作った一枚で約80年使っている絨毯ですね。このシルクのような艶やかさっていうのは、やっぱり染めと織りがしっかりしてるから、これだけの時を経てもこれだけの輝きを放っているっていう、ある意味うちのものづくりを象徴するような一枚